ホワイトチョコだ。おはようございます。12月のヘルシンキのとある朝、今日の朝ごはんはお味噌汁とご飯とお魚、和定食にしようと思います。最近サーモンの尻尾の方をありがたいことに大量にいただいたので、味噌漬けにしておいたものをオーブンで焼いて西京焼きに。生姜美味しい。生姜とごま油か。すごい美味しくできました。味噌汁美味しい。ごま油入れて生姜を炒めて香り出してから、キャベツ、人参、玉ねぎ、お野菜だけでこんなに美味しくできるんだ。すごい。ほい、じゃじゃん。今年のというか、フィンランドで買ったアドベントカレンダーはこちらです。これはファッツェルだよな。そう、ファッツェルっていうフィンランドの本当一番と言っても過言ではないくらい有名なチョコレートかな、お菓子メーカーさんが出しているアドベントカレンダーになります。もう結構何日か過ぎているので、こんな感じで日ごとに楽しみに食べております。これをね、どこか飾りたいんですけど、どこに飾ろう。狭いので飾る場所がほとんどない。どこに飾ろうかな。そうそう、ついでに昨日フィンランドの友達に小さなクリスマスパーティーに、リトルクリスマスパーティーをするから来ないって誘ってくれて行ってきたんですけど、いや、すごい素敵な会でした。ヨールタルトっていうクリスマスタルト、そのままなんですけど、フィンランドでよく食べられてるタルトを作って焼いて、いろんな味作ってコンペティションをしたり、グロギーっていう、ホットワインみたいな感じなんですけど、ちょっとフィンランドのは他のヨーロッパの国と比べてもうちょっと飲みやすくて甘めなイメージですね。スパイスのツンとした感じが少なくて、フルーツの甘さの方が強いイメージ。飲みやすいです、とっても。そのグロギーを一緒にみんなで喋りながら飲んだり食べたり、とっても楽しい会でした。で、そこで発覚したのが、私魔の11月って言ってたと思うんですけど、もう魔を超えてフィンランド人は11月のことをデスマンスと呼んでるっていうことを聞いて、あ、よく11月を乗り切ったと言っても本当に期間限定の11月でも結構私はずんとうつうつとした気持ちになったりもしたんですけど、太陽の光がやっぱり好きだなって思ったりしたんですけどね。そんな中でもやっぱり友達が誘ってくれた、声をかけてくれたのも、天気がやっぱりこんな感じで、ね、うつうつとしちゃうから、こうやってちょっとでも楽しい集まりとかをしたら気分も明るくなるかなと思って声かけたんだって言ってくれたりして、
なんか本当に優しいです。フィンランド人の本当に優しい。滞在6ヶ月目にして、そしてこのデスマンスを終えて、やっとこう真のじゃないけど徐々にこう本当のフィンランドの片鱗がちらっとこう見せてもらえたような感じがすごい嬉しいです。そう、こういうことを肌で感じたくてここに来たっていうのもあるので、昨日はとっても嬉しかったです。昨日はというか最近うつうつとして辛いなって思う時間もあるんですけど、でもこれが日本じゃないところで暮らす、日本からはるか遠くの場所でこんな暮らしをしている人たちがいるんだなっていう、こんな日々を送ってる人たちがいるんだなっていうのを、でその中でもみんな声を掛け合ったり、この日々をずっと暮らしてきた人たちからのこう知恵をもらったり、そういうことに最近ちょっとずつやっとこう触れてる感じがして、とても嬉しいです。よし、どこに飾ろう。やっぱこの棚かな。やっぱりここか。かもこれをこっちにしてしまう。ほうほうほう。こう、違う、絶対違うこれはここ。たらーん。今日は奥ホワイトチョコだ。初めてホワイトチョコ出た。いきます。最近もう一つクリスマス関連のギフトを幸運にもいただきまして、これはスタジオ D ジャさんのライトを、素敵なライトをいただきました。スタジオ D ジャさんは台湾出身のアーティストさんたちで、すごい素敵なプロダクトを作られている、お人柄というか、なんか雰囲気もすごい素敵なデザイナーさんたちがいるんですけれども、その方々の展示会かなに友人に連れて行ってもらって、でその時の投稿ストーリーにあげたら、それが多分抽選の対象になったらしく、タグもこうつけてたので、それで偶然この嬉しいギフトに当たるという幸運が、ミラクルが起こりまして、すごい素敵なライトをいただきました。開封していきたいと思います。嬉しい。悲しい事実が判明しました。おそらくこのランプ、壁に打ち付けるタイプなので、この賃貸では使えないということが判明しました。悲しい。本当はこんな感じで壁につけて、柔らかい和紙とイタリアの紙を通した明かりが間接照明みたいに、お部屋で使えればいいなと思ってたんですけど、ちょっと打ち付けられないので、ただこれのプロダクトはすごい素敵なので、なんかこんな感じでこの紙自体を飾る額を探せたらなと思います。せっかくなので。ディージャさんの展示で見たこの壁に飾ってある感じもすごい素敵だったので、私もそんな感じで飾れたらいいなと思います。よし。なんか
好きなやつだ。ホワイトチョコにいちご。今日のトゥードゥーリストというか予定を書き出していこうと思います。この間無印に行ってこのペンたちを買ってきました。サラサラ描けるゲルインキボールペンノック式 0.5mm、 ブルーブラックとアサギ色と赤ですね。すごいこれが描きやすくて、エナージェルノックだってるかながすごい好きなんですけど、ペンテルのそれとちょっと似てる、インクがじんわりじゅわっとする感じがすごい好きなので、それにちょっと似てるなと思ってこの無印のペンをゲットしました。これがねまたサニー手帳の紙との相性もすごくよくって、あとコラージュとの相性もすごくよくて、なんかジェットストリームだとちょっと線が細すぎる、もちろんすごく描きやすいんですけど、コラージュとの相性があんまり良くないなと思って、切り貼りするものとの相性がなんか結構分離してる感じ、もうペンと貼るそういう工作クラフトみたいなものが融合しない感じが、仲良くなってない感じがあって、はい、こっちの方だとちょっと馴染むのでこのペンに変えようかなと思っています。今日はほんとのんびりデーで、夜ルームメイトとマンションのサウナを予約しているので、サウナ入るときはご飯一緒に作って食べたりすることが多いので、今日はじゃあヨールタルトっていう一昨日ぐらいかな、フィンランド人の友達たちがクリスマスパーティーで作ってくれたフィンランドの伝統的なクリスマスに食べるタルトがあるんですけど、ヨールがクリスマスでタルトそのままタルトっていう感じで、クリスマスタルトをすごく簡単に作れることが分かったので、うちでも作ってみようと思います。でこの間顧問でやった練り込みのワークショップ、鳥取の陶芸の先生がいらしてワークショップを開催されていたんですけれども、それに参加したので、その作品が焼き上がったということで、ちょっと今日はその顧問は休みなんですけど、明日取りに行きたいなと思っています。割れてないといいな。割れてるかな、どうだろう、楽しみ。でも今日はのんびりデーだ。これからヨールタルトを作ろうと思います。これがその生地です。だいたい冷凍されているものがあるのでとっても簡単に作れます。これがそのヨールタルトのなんていうんだろう、伝統的な形ですね。でこれがヨールタルトのペストリーっていうんですか、なんていうんだろう、ジャム具材になるプラムのペーストです。でこれがそのアップルシナモンバージョンです。あとチーズ、モッツァレラチーズも買ってきたので、それと蜂蜜と胡椒をかけたり、ちょっと洋風しょっぱい感じのものも作れたらなと思っております。とりあえずこれを解凍して準備を進めたいと思います。次の日、すっかりクリスマスな雰囲気のヘルシンキの街へ繰り出しました。
sinertäväksi jääksi, jonka yllä leijuu talviainen pakkas. Mörön ulina nousi korvaan. Kutsukortit lähetettiin ympäri.帰ってきました。お出かけがてら少し前に参加した顧問で開催されていた練り込みのワークショップで私が作った陶器たちが完成したということで受け取りに行ってきました。すごいお店でちょっと確認したんですけど全部割れずに完成していてとっても嬉しいです。開けてみよう。かわいい。すごい。いい感じだ。やっと欲しかった箸置きが作れてすごい嬉しい。2つ箸置きとあとお香を立て、これでお香が買える。あともうこれがメインというか大目玉というか大目玉。お皿がすごい割れずに完成してる。もしかしたら先生がちょっと手を加えて強くしてくれたのかな、わかんないですけどこんなものができました。ちょっと思ったよりコンパクトになっててでもこれぐらいがちょうどいいので嬉しいです。この手作りの感じもいいですね。何入れよう。ここちょうどいいかも窓の枠ちょうどいいかも。やったというのと、これはヘルシンキのセンターの方のポストカードとか紙物が売っているペーパーショップでゲットしてきたクリスマスポストカードたちです。まだお手紙をくれてない友人と、あと夏のホームステイ、ワーカーウェイとホームステイでお世話になった家族の皆さんに当てて書こうかなと思います。明日から旅行に行ってしまうので、その前、明日行く前に郵便局に出していけたらいいなと思います。あとは日記とか書くときにこう留めるクリップもゲットしてきました。こんな感じです。ついでにクリスマスマーケットもちらっと覗いてきたんですけど、でもヘルシンキのクリスマスマーケットってフィンランドのクリスマスマーケットなのかな。フィンランドのクリスマスマーケットではあるけど、やっぱり観光客に向けて建てられてる感じがすごくしたので、もっとこう伝統的なね、地方の方ってあるんですかね、クリスマスマーケット。なんかそんなところに行ったらまた印象が違うかなと思ったんですけど、すごくフィンランドらしいささやかな感じの柔らかい感じのクリスマスマーケットで、そんなに混んでもいなくて、フィンランドらしいなって思いながら巡りました。匂いがすごく、香りがすごい良かったですね。いろんな甘いお菓子の香りだったり、それに混ざってこうグローギーっていうホットワインですかねのフィンランドの伝統的なクリスマスでよく飲まれるホットワインがあるんですけど、その香りがすごい漂ってて、とっても香りが良かったです。何はともあれ良かった、嬉しい。ちょっとここに今回も見てくださりありがとうございました。私は明日からドイツとプラハ、チェコのクリスマスマーケットを巡る旅に出かけるんですよ。実はもう何も準備してなくて、これからリュック一つにパッキングをしていこうかなと思うんですけど、8日間のドイツ、チェコ、2カ国3都市を巡る旅に出るので、それの準備をしつつ、ご飯を食べつつ、クリスマスカードを書きつつ、
今日はのんびり過ごしたいと思います。よし。